皆さん、こんにちは。YouTuber 兼漫画家のボイチです。またコラムの時間です。前にコラムでこんな話をしました。どの国の漫画界でまたはコミックス、あるいはトゥーンビジネスと漫画界が誕生したら何がいいですか？なぜ漫画界の誕生が必要なのですか？その理由は、その国の文化産業を強力にする IP を供給できるからです。それが漫画の力です。それがコミックスの力です。とても重要なことだという話をしました。また、サウジアラビアで行われるとても素敵なグローバル漫画プラットフォームについてご紹介しながら、ただ漫画のプラットフォームだけを作るのも良いことですが、もう少し加えてサウジアラビアに漫画界を誕生させることがどれほど良いでしょうか、というような話をしました。それで今日の話は、先ほど申し上げたことが日本の漫画家と漫画出版社を含めて日本には何がいいことなんでしょうか。私のような日本の漫画界のある人たちには何がいいのか、これについての話です。私たちとは何の関係もないんじゃないですか？違います。かなり多くの関係があります。私のような日本で活動している作家にとってとても良いことが起こります。今日はそれについての話です。サウジアラビアの漫画プラットフォームに関する記事でそのような内容がありました。サウジアラビアの会社が調査をしてみたところ、世界の読者の 90% が海賊版の漫画を読んでいますという話です。90% までだとは思いませんでした。私はそれについてこう話しました。当然取り締まりをすればいいんですが、取り締まりだけでは問題は解決しません。取り締まりが究極の解決策にはなりません。一度考えてみましょう。その国の公権力が取り締まりをしないといけないじゃないですか。どの国の公権力が海賊版漫画サービスをなぜ取り締まらなければならないのですか？なぜ時間を作って取り締まらなければならないのですか？考えてみたら、そうしないといけない理由がないじゃないですか。日本を愛しているとしても、あえて取り締まるべきですか？こう思いませんか？どうすればその国に公権力が海賊版漫画を積極的に取り締まってくれるのでしょうか？その国の税金を払う公式的な漫画プラットフォームがあれば、取り締まりをする理由ができるでしょう。そして私はこう主張しました。その国の素晴らしく適切な価格の漫画プラットフォームを作ってくれれば、必ずお金を払って見てくれると申し上げました。それがまさに文化消費なんです。それがまさに文化を楽しむということです。お金を出す方がずっと楽しいんです。漫画が好きで文化が好きな人ならそうするようになっています。しかし価格は合理的でなければなりません。でももっと確実に取り締まりをしてくれるもっといい方法があります。それはそのプラットフォームにその国の漫画があればいいです。私の国の漫画がありますが、当然守るべきじゃないでしょうか。このグローバルプラットフォームを通じて漫画家たちが世界で活動できるのですが、海賊版を取り締まりをするべきでしょう。そういう話です。それで当然グローバルプラットフォームが作られて、その国の漫画家と漫画界がグローバルプラットフォームで活動できるのであれば、日本の漫画界のいいことです。しかしもっと重要なことがあります。なのでその話をする前に映画の話を少ししてみます。急にこんな気がしました。私はあれこれ考えているうちに突然思うことが多いです。ハリウッド映画大ヒットする市場、
ハリウッド映画がお金をたくさん儲ける市場を考えてみると、イギリス、フランス、日本、韓国、中国、この国はある共通点があるようだなと思ったんです。その共通点は何でしょうか。自国の映画産業が盛んだということです。自国の映画と映画産業が発達すれば、ハリウッド映画を見ないで自国の映画を見るのではないですか。ある程度そういう現象があるかもしれませんが、普通は自国の映画も見てハリウッド映画もたくさん見ます。当然そうです。それがまさに映画が好きだということじゃないですか。自然に起こる現象だということです。自国の映画産業が発達すると、劇場産業も活発になります。その国で映画のための広報も熱心にするようになって、いろいろ一緒に発展するんです。それではハリウッド映画ももっと売れるようになるんです。いい値段でよく売れて収益配分も良くなるでしょう。税金も当然ちゃんと払わなければならないでしょう。その国の税金をきちんと納めなければなりません。その国の税収を増やす方法を使うべきです。これは偶然ではないということです。その国の映画産業が発展してこそ、その国の人々がハリウッド映画もたくさん見てくれるんです。この10年間、コンテンツビジネスで最も賢明だったところは、私の考えではネットフリックスです。多くの人がネットフリックスを研究しています。日本の出版社もネットフリックスを研究しているところがあります。それではネットフリックスはどんな風にしているのでしょうか。ネットフリックスのサービスの核心は何ですか。ネットフリックスがどの国に進出するとき、どのような方法を使いますか。映画はアメリカの美しい文化です。私たちは美しいアメリカの文化を知らせたいです。この国の文化産業を私たちが完全に支配したいです。とは言いません。では、どのように進出しましょうか。ディレクターさんは正解をご存知ですね。その国の映像産業に投資すると言って進出します。そして実際に投資をして発展させようと思います。それではどんなことが起こるのでしょうか。人々が歓迎します。その国の政府も歓迎します。その国のマスコミも歓迎します。そしてその国が発展しています。その国の映像コンテンツがネットフリックスを通じて世界に配給されると、その国の人たちはネットフリックスのすべての作品を一生懸命作ることになります。そうじゃないですか。ネットフリックスはアメリカの作品もあるし、他の国の作品もあります。これをその国でよく見させる一番いい方法は何でしょうか。その国の映像産業をネットフリックスが発展させることです。次にこれも一度考えてみましょう。日本の漫画がよく売れている国々です。あるいは少なくともよく売れた国々。今よく売れているか過去によく売れた国々を一度考えてみましょう。フランス、アメリカ、イタリア、韓国。これらの国々の共通点は何でしょうか。コミックスが発展したのです。でしょ。これも偶然でしょうか。私はそう思いません。コミックスが発展していますから、日本の漫画もたくさん読んでくれているんです。それではこの全てを一度集めてみましょう。映画についての話、その次にネットフリックスの戦略についての話、コミックスが発展した国が日本の漫画市場も大きかったという話、そして私が今日前半部分で話した世界中の大多数の読者が海賊版漫画を見ているこの現実から、もしプラットフォームを作ったら解決しますが、より良い解決をするにはどうすればいいかという話、これらを全部集めてみると、私はこのような結論を下すことになります。日本の漫画界がどこの国に日本の漫画をたくさん売りたいのであれば、本当にたくさん売りたいのであれば、日本の漫画界はその国の漫画界を作るために全力を尽くさなければなりません。
その国の漫画界の誕生させることは日本の漫画界からの贈り物になります。もう少しお話しますと、韓国の Webtoon 界もプレゼントになります。Webtoon 作家たちも誕生するでしょう。そのようにその国の漫画界を誕生させて、グローバルプラットフォームで漫画作品をサービスすることになれば、積極的にその国は漫画を読んで漫画プラットフォームを利用することになります。海賊版も一生懸命取り締まるようになりますし、漫画をもっと楽しく消費するようになるでしょう。もちろん日本の漫画ももっとたくさん見ることになるんです。Webtoon ももっとたくさん見ることになるでしょう。ある国の漫画界が誕生するということは日本漫画にも大きいプレゼントになると思います。私が構想したビジョンというのはそういうものです。私たちの漫画界の皆さんへ役に立つ方法です。私はこういうものをずっと考えてきたんです。それでは北米の漫画市場についても一度考えてみましょう。北米の漫画市場はここ数年で非常に大きく成長しました。去年のデータがありませんが、昨年の北米の漫画市場は10億ドルほどになるようです。間違っていたらすみません。とにかくそのくらいだと思います。10億ドルも非常に大きな市場ですが、比較不可でさらに大きくなる可能性があると思います。北米の漫画市場は私は少なくとも100億ドル以上成長できると思います。最低でも100億ドルです。もっと大きくなれるという意味です。100億ドル以上の市場に成長すると、私のような日本で活動する漫画家にとっては日本で稼ぐお金より大きな収益を北米で得られるということじゃないですか。日本の漫画家と日本の出版社としてはとてもいいことです。夢のようにいいことです。そうじゃないですか。とてもいいことです。100億ドル以上の漫画市場を北米に誕生させるにはどうすればよいですか。私の結論はこれです。1万人以上の連載作家が北米で誕生しなければならないということです。今言いますと、北米の強力な漫画界が誕生しますと、漫画家たちがたくさん誕生して活発に活動をするようになれば、北米の漫画市場は大きくなるということです。まとめるとこうなります。北米の非常に巨大な漫画市場が誕生して、日本の漫画家や出版社が現在の収益よりもっと大きい収益を北米だけで得たいなら、北米の強力な漫画プラットフォームが必要です。合理的な価格と非常に立派で進歩した方式のサービスをしなければならないでしょう。もちろん北米出版ももっと発展すべきでしょう。そして北米の漫画界が誕生して、そのプラットフォームで多くの作家たちが活動しなければなりません。1万人以上です。1万人はとても大きな数字ではありません。デジタルは収益配分が良ければ驚くほど多くの作家を維持することができます。非常に多くの作家や作品を維持させることができます。数年前に私がデータを見たら、韓国の人口が5000万人なんですけれども、韓国は1年に7000本の連載があるというのを見ました。それでは北米で1万作品というのは非常に少ない数字です。はるかに多いかもしれません。働き口だけ誕生してもすごいことでしょう。とてもいいことです。さて、そんなことが起こったら、北米だけに限定して考えてみても、そんなことが起きれば想像するだけとても良くないですか。みんなにすごいプレゼントになるでしょう。北米の漫画の読者たちも漫画志望生にも良いプレゼントです。日本の漫画界にもとてもいいプレゼントです。私も当然いいです。その次にサウジアラビアからグローバル漫画プラットフォームを作ると言ったじゃないですか。サウジアラビアにもいいことでしょう。みんなに素晴らしいことが起こるでしょう。今日はそんな話でした。ここに世界各国の漫画界が誕生したら、
それは日本の漫画界にもとてもいいプレゼントになるでしょう。ありがとうございます。